教えてください。はい。Japanese southpaw Rinya Nakamura put his name on the international MMA map a year ago when he knocked out Toshio Ikizawa in 33 seconds to win the World UFC Bantamweight division. For an encore, Nakamura kept his unbeaten record intact by defeating Fernie Garcia. And tonight, he's jonesing for another big result in Anaheim against Carlos Vera. A quarterfinalist on season 31 of The Ultimate Fighter, the Team McGregor member makes his UFC debut tonight. Does so on the strength of a 4-fight winning streak that includes back-to-back submission wins and have Vera running with confidence and well prepared for whatever Nakamura has to offer. Coming up next, Rinya Nakamura takes on Carlos Vera. Ladies and gentlemen, this fight is 3 rounds in the UFC Bantamweight division. And now introducing his opponent, fighting out of the red corner, an undefeated mixed martial artist, holding a perfect professional record. 8 wins, no losses. He stands 5 feet 7 inches tall, weighing in at 135 and 1/2 pounds. Fighting out of Tokyo, Japan, Rinya Nakamura! Esta y luego la otra es Amanda, ¿verdad? Les mandou. E já foi a próxima. Só que ele. Acho que eu 'I'm glad people see me like that because they did some questions for full fighters, so many people watched that. Surprised, so I'm proud of that. Before we get into your I want to know how you would assess your いつもリンヤチャンネルをご覧の皆様、UFC298 皆さんの応援サポートのおかげで無事勝利することができました。おめでとうございます。ありがとうございます。かっこよかったです。ありがとうございます。ありがとうございます。とりあえずは本当勝ててよかったっていうのの一言です。でもまあやっぱ試合を通してずっと歯がゆいなっていう思いが試合中あって、フィニッシュできるかなと思って臨んだ試合だったんですけど、いろいろ苦戦もあって想定外だったこともあって、それを乗り越えて勝てたんで、頂上に行くためのいいアイテムというか課題を一つゲットできたなっていうのが今嬉しいです。観戦させていただいて試合内容的には圧勝してたようにも見えてたんですよ。こちら側では。本当ですか。はい。前回
フィニッシュできなかった分、今回そこに対してしっかりダメージ与えてっていうところまでいろいろ考えてたんですけど、相手がやっぱ思ってたよりタフで、ディフェンスがうまかったですね。あとなんかね足が。僕はレスラーでキャリアもそんな長くないんで、足関節でこう攻めてくるだろうみたいなのは結構頭に入ってたんですけど、でもやっぱ4週間3週間前ぐらいに決まって、特に対策を立てていく上で目立ったのがカポエラテコンドーの足技の攻撃だったんで、そこを潰してスタンドゲームで KO とかいろいろ考えてたんですけど、ここでフィニッシュしようっていうのは自分のストーリーの中ではもっとタックルを見せたりして、下のフェイントかかった上での下からの上の攻撃とか、いろいろ打撃面でも用意してました。けど結構餌になってもいいようなタックルというか、一回切られてもいい、次につなげ打撃を当てるためのタックルみたいなのでもやっぱ倒れる、ちょっと下を意識させたいっていうのがあって、最初にタックル入ろうとしたんですけど、足感あれ、実際入ってたのはあるんですか？余裕はあったんで、対処できるなって思ってました。1ラウンド目が一番かかりやすくて、足関節はやっぱ汗かいてないから、最初のキャッチは緊張感持ってやんなきゃいけないと思ってやったんですけど、そこに対して対処できたんで、割と余裕を持ちながら、だからピークはもうそこだなっていう感覚なんで、割とどんだけ来ても大丈夫だったんですけど、これもさすがに疲れて足が回んなくなってくるだろうっていうこうちょっと甘い計算があって、そこがこう試合の時との誤差で、結局相手もずっとそれをやり続けちゃったから。確かになんかスタミナありましたよね。そうですね、やっぱ上半身の力がリストコントロールとかも力最初強いけど、こんだけ強く握ってたら絶対落ちるからと思ってたら、後半もなかなか取れなくて、上半身の力の差みたいなのすごい感じたですね。アナスベラ選手のいいとこと悪いところってどうだった？やってていいなって思ったのは、足をこう上げて足感のエントリーを見せるっていうのは、こっちはパウンド要は打ちにくくなるんですよ。手が4本あるような状態、視覚的にはパウンド打ちにくい。でもその代わりさばいたりはして大きいのを当てるチャンスみたいなのは出るんですけど、アタックとディフェンスがこう一体になってたような感じ。意外と僕が力を使ってくれてると思ってたけど、要所要所ではこう背中をつけてるから休んでたのかもしれないし、何回か効いたパウンドはあったんですけど、ここでなんかこうやらせ切ってくれないようななんかうまさがすごい良かったなって思いました。ここは弱点だなと思ったところ。レスリング力、もう全然切られていいタックルだったんですけど、コロンってこう寝たりとか。パウンドの時に手怪我されたの？これが見返した3ラウンド目かな、2か3なんですけど、どっからか明らかにもう手をついた時に骨がもうパカって浮くみたいな、すぐ気づきましたね。ベラ選手に当てたのは手が折れたんですか？そうです、ベラ選手に当てたやつで、さっきそこで会った時も「お前ここ殴ったべ」みたいな気づいたよ折れたのみたいなって言われましたね。怪我どうですか？どれぐらい？だいたいここ折ったら6週って言われてるんで、6週ぐらいでは治るんじゃないかなと思ってますけど、折れ方によっては多分手術も必要なのかもしれないし、日本帰ってそれは、総括して自己評価的にはどうなんですか？ちょっと変動してて、試合直後はもう、もうありえないみたいな、もう10点だなと思ってて、で1回見返した時に部屋帰って意外とそんな動きがない試合ではなかったんだなっていう、まあ思ってたより良かったって言って60点ぐらいになって、またちょっとこう細かいダメなポイント探し出しているフェーズに入ってきたんで、そういう細かいところを探していったらまた点数が下がってきて58がもうほんと全てなんで、そこを拾えたのでじゃあ60ですね。今後の展望を少々向けて今年は3試合したいとやっぱ思ってるんで、すぐ直してまた4月5月 MMA をがっちり練習して、ATT でやろうかなと思ってます、今のところ。4月からまた、強い方たちといろいろスパーリングして距離に慣れたりだとか、恐怖心を克服するポイントをどんどん克服していって、6月ぐらいに試合したいなとは思ってます。
次はフィニッシュで、今年最後の試合ではあそこで Thank you と言えるように頑張ります。調査の皆さん、いつもありがとうございます。今回はすごい自分でも初めてのシチュエーションが多かったりして集中力が持つかなみたいなっていう気になるような心が揺らぐ瞬間もすごいあった試合だったんですけど、皆さんの応援と普段メッセージしていただいてるお力のおかげで本当に支えられて無事戦い抜くことができました。これはもう本当頂点上がっていく上で大事なアイテムを手に入れたような感覚になってますので、アイテムもさらに武器にして糧にして頂上までまた引き続き頑張っていきますので、今後とも応援のほどよろしくお願いします。最後まで見てくださってありがとうございました。チャンネル登録といいねボタンよろしくお願いします。I'm happy thank you 知らないですか？なんか平君のお決まりのセリフ。言ってるわ。言ってるわ。まあ理由言えるように頑張ります。じゃあ最後になんか締めで。はい。